Hey, ba bam ba bam bam ba bi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bam ba bi ba mo mo ba bam ba bam bam ba bi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bamはーいばはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、グレーのぐちゃん。画面に収まっておりませんが、白黒のくたくん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、食べないな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様が、この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースと言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。誰もいないから、たけし、ジャスティース。今日も塩入りのお湯。いや、あっちね。なんかさ、マグカップ、この前買ったマグカップな、ホーローのやつが届いたんで、早速使おうと思ってな、使い始めたんだけどさ、なんか結構でかかったんだよね。お、でかいなと思って。まあね、私は朝バカみたいにコーヒーを飲むんでさ、何回もおかわりに行かなきゃいけないのがめんどくさかったんでね。まあ、でかいのはちょうどいいかと。たっぷり入れて飲めばちょうどいいかと思って。でね、たっぷり入れて飲むのはいいけどさ、結局量が多かろうと少なかろうと、関係なく、私は、朝だいたいコーヒー2杯は飲むみたいな感
感じなんだけどな。こんな感じで、大きいカップで2杯飲むと、あっという間にお湯なくなるんだなっていうことに気づき、なんか夕方っていうか昼ぐらいかな。昼ぐらいにはもうポットのお湯が全部なくなっていて、嘘みたいな感じだったんでね。今日は確実にジャスティス用の、お湯がなかったので、お湯を今日は沸かしたので、熱い塩のお湯でございますよっていうね、ご報告でございます。ジャパンさん、ジャスティス、ありがとうございます。ヨッシーさん、ジャスティス、江戸川区のバラ、見ました。ありがとうございます。天気良かったので、綺麗に撮れてましたね。ほんと、ここのとこずっとね。なんか、私、いつの間にか雨女になっちゃったのかしらって思うぐらいにね、予定立ててるときは見事に雨予報だったんだけど、予定立ててるわけじゃないときはね、晴れを狙っていくのでね、ちょうど綺麗に撮れてよかったよっていう感じな。まあ、ただお腹空いてたので、食べ物がなくて、で、あとはね、動画の中ではまとまってくるからそうでもないんだけどさ、ポニーの家と、あと、何だっけ、シャトルバス乗り場をね、探してたんで、広大な公園をさ、それで結構ね、くたびれ果ててたよ、みたいな、そんな、一人旅でございましたね。たまさん、お久しぶりにジャスティス、ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねで、放浪のマグカップってどんなかなって思ったんだけど、まあ、大きさも結構大きくてびっくりしたんだけどさ。で、持ち手のところの切り目がね、なんかやや甘くて、あれと思って、やたら高いマグカップだったけど、高いからって別に仕上がりがいいっていうわけじゃねえんだなっていうのがちょっとがっかりな感じ。色ムラっていうのかな、色が塗ってあったんだけど、それも多少色ムラっていうのかな、ポチッと、なんか芯があってさ、なんか、と思って、高い割には、こんなに作りってわけだみたいな感じでね、体に負担がない、まあいいと言えばいいのかもしれないけど、でさ、暑いんだよね、やっぱりね。暑くないのかな、どうなのかなと思ったんだけど、やっぱり暑いんだよ。だから持ち手のところもさ、鉄だからさ、持ち手のところも暑いし、で、こうやってしょうがないから両手で持つんだけど、もしくも暑いんでさ、ね、で、近いからさ、もうすっげえ暑なんだよね。だからなんだろう、扱い的には、なんか微妙。高いマグカップ買った割には、ちょっと扱いは微妙だけど、まあね、ちょっと慣れるまでのあれかなと思ってね、しばらく使ってみようかなっていう感じよ。人生初のマグカップ、体験記でございました。てんたまさん、平日のプレミア配信びっくり。確かに、プレミアにしなくてよかったかな。平日はプレミアにしなくてよかったかな。でも多分、プレミアの方のが楽しめるのかな、どうなのかなって思ってね、プレミアにしてみたけどな。だから本当はプレミアじゃなくて普通の昨日公開しようかけど、なんかね、家にいるから、プレミアできるから、じゃあ一日日にちずらして、プレミアにしてみようかな、みたいな感じでね、やってみたけど、そっか、平日プレミアって今日初ぐらいだったかな。ジャパンさん、数年前、のりたけのマグカップ買って、未だにかな。未だに一回もません。のりたけってなんだっけ、なんか聞いたことあるな。どれだったっけな。ちょっと、見てみたい。のりたけのマグカップ開いて書くと、なんか、のりマグカップ。なんか、お花の感じ。でも、いろいろあるんだな。お花だけじゃないんだな。トトロとかもあるね。
なんか有名な、あれなのかな。ね、確かにこういう値段が高いやつはちゃんと作られてるからね、陶器でも全然大丈夫だと思うけどな。いろいろあるんだな。そうだな、なんか、見たことある気がするもんね。どっかの、実家とか、そういうところには、うちの実家にはなかったけど、うちにはこの食器がなかったけど、うち行くとなんかこんな食器を見たことある気がするな。てんたまさん、のりたけとは敗訴。敗訴ってどういう意味だろう。敗訴調べたいけど、今、ゆりさんが来ました。ゆりさん来ましたね。はい、かわいいでございますよ。逃げちゃったな。食べるかな。ゆりさん、今日は朝ごはん食べてなかったんだからさ、いくらい食べてくれたらいいんだけどな。まあ、して夜中に騒ぐぞ。敗訴の意味を調べる。いろいろ気になるお年頃。敗訴。敗訴になっちゃった。敗訴とは、負けること訴訟に負けること。違った。敗訴とは、敗訴とは、高級である様。なるほどね。上流の敗訴な気分。漢字が多分、なんかあって、それで、敗訴になっちゃうんだ、やっぱり。じゃカタカナでいいのか。ね、おしゃれな雰囲気を敗訴な感じ。へえ、そうなんだ。使ったことない。今度使ってみよう。機会があったらな。覚えたぞ。えーっと、ジャパンさん、てんたまさん、ごっつぁんですね。でも、自分で買ったんだから、ね、気に入ってるってことだろうね。なんで使わなかったのかね。てんたまさん、ハイソサエティを、カタカナっていうか、なんで、英語の意味だったんかい。今言ったね、そこでしないでね、充電の配線を踏んづけてるので充電の、はい、机だよ。踏んづけてるから、避けるに避けれなかったよ。上流階級的なね、覚えた。機会があったら使いたいと思います。ありがとうございますね。そうライブやってよかったってな。一人の世界だと本当ね、こうやって全然全くもって巡り合わなかったような、ね、言葉とか、いろいろね、知識が増えるね、知らなかったことを、知ることができて、よかったよ。ね、ゆりたんが無事、おしっこをしました。何のご報告ですかってな。あと何の話しようか。マグカップの話しかないな。今日は動画の編集しかしてなかった。で、あとあれか、ゴミ出しがあって、かわいいな、くーた。今、ぐーちゃんが座ってんだけど、で、ぐーちゃんほら尻尾をね、ひょろって長く後ろに伸ばしてんだけど、そこに、クータが、箱座りで、連結されて、ね、こう連結されて、めっちゃ可愛いな。はい。で、お客さんが来て、で、動画編集してて、で、今に至るみたいな感じな。で、今日はゴミ出しして、そう、洗濯ね。洗濯がだから昨日してないからさ、今日は洗濯しないといけねえなと思ったんだけどさ。ね、まあしたんだけどね、だからね。だから天気がね、あんまり良くない感じだったんです。あんまり祭りにするのはちょっと、みたいな。ただまあ幸いね、昨日はゆりたんに夜中おしっこされなかったんでね、布団のおねしょシーツは洗わずに済んだんで、だから全然、おしっこマットっていうのかな。それだけ洗えば
無事みたいな感じだったんで、それだけはとりあえず洗ってみたいな感じで、今日は祭りではなかったな。で、農協に一応行って、そしたら今日はね、他の大きい玉ねぎは1個で150円なんだけど、2個で、ちっちゃいので2個で100円っていうのがあったんだよね。だから、2個で100円なら、まあいいかと思って、ね、最近スーパーで玉ねぎ2個200円で売ってるからさ、2個200円に比べたらな、ちっちゃいけど、まあいいかと思って、今日はそれを拾い上げて、参りました。で、さっきな、お湯がなかったんで、とりあえずジャスティス用にお湯は沸かしたけど、スープ作ってね、お客さんが玉ねぎじゃない、卵置いてたんだよね。もう卵置いてたぞと思ってさ。だから買ってきた玉ねぎと卵でスープ作ってね。んで、食べましたよっていう感じ。ジャパンさん。離婚直前に2つ買って、そのまま離婚で、それぞれ1つずつ持って、倍ならみたいな。なるほどな。じゃあ自分が買ったっていう感じではないんだな。奥さんの、趣味だったという感じなのかな。ね、たまちゃん入らないね。ね、最近、にゃんここたつの中に入らないのよね。入らないんだけど、入りたいみたいな仕草するからさ、しょうがないから、入るって、こう、あげてあげるのにさ、入るかいたまちゃん入ったよ。入んないんだよな、つったら入るんだよな。そしてそうね、なんだっけ、天の弱なのかな。新になのかな。てんたまさん、祭りにならず、そう、今日はちょっと曇りだったんでね。明日晴れなんだよね。明日晴れなんで、ほら、こたつ布団、上のやつは洗ったんだけど、下の毛布は洗ってないんでね。それを洗いたいなと思いつつ。で、明日は晴れなのでね、洗おうかなっていうね、感じ。てったまさん、ジャパンさん、すごくディープなお話ですね。でもまあ、なんか、あるある。あるあるだよな。てったまさん、それは使いづらい。ねえ、どうなんだろうな。私はガンガン使ってたから、まあ、自分らで買ったわけじゃないからな。自分らで買ったわけじゃないんだけど、なんか、なんだかんだと、さっき夫婦なんだっけ、箸だったかなを、なんか、自分の親にもらったからっていうので、なんか私の分で持ってきてくれたけどさ、みたいな、そういうやつ。だから何の思い入れもない。自分で買ったわけでもないしね。自分たちで買ったわけでもないから、何の思い入れもないの。なんかそういうのいろいろあった気がするけどな。だからもうガンガン使って、もうね、ダメになって、さっさとポイしたよ、みたいなのがあるかな。ジャパンさん、自分の分は自分で選びましたよ。じゃあ、そこそこ、まあ、愛着はあるよ、みたいな感じかな。じゃあ、マグカップを使う生活ではなかったのかな。対してマグカップは使う生活じゃねえよ、みたいな、そういうことかな。ね。で、あとは何の話しようか。あとは、昨日な、北海道行ってきました。北海道行ってきました。で、北海道はちょっと寒かった。東京と10度違うんだよな、気温がな。だから東京が20度ではないな、25度か。25度ぐらいだったかな、昨日はな、暖かかった日だからな。なのにさ、まあ暖かかったっつっても自分が東京にいたわけじゃないんで、どうだったか知らないけどさ。で、それよりも北海道は10度低いわけよ。だから15度、14度だったんだよね。まあ14度だったら、まあ10度は超えてるからね。そんな寒い言う気温ではないんだけど、ただね、やっぱりちょっとレベルが違うっていうかな。
ちょっと空気違うっていうのかな。なんか空気冷たいんだよね、みたいな。風が北風なんだよね、みたいな感じでね。で、昨日強風だったんだよ。めっちゃ強風だったんだよ。だからね、予報が外れて晴れになってくれて、まあ、外れてっていうか、最初の感じだと雨っぽかったからさ、雨じゃなーと思ってたんだよね。なんとか雨降らないでくれればと思ったらさ、なんか晴れてくれたんで、いや、晴れてるからさ、空港から外見てる分にはさ、すげえ良さそうな感じなんだけどさ、まあ、風強いわけよ、一歩外出るとさ、強風でさ、あ、これはダメだ。これはダメだ。観光行けねえっていうレベルだったんだよね。なんでさ、どうしようと思って、だからしばらくは、空港でだらだら過ごしてたけど、さすがにちょっと空港も大体分かった。大体分かったなと思って。で、ほら、自分あんまり今物食べれないしさ、あんまり物食べれないし、で、大体なんか揚げ物を食べちゃってお腹いっぱいになっちゃって、なんかもう全然食べ物も食べたくもないし、どうしよう。もうどうしよう、やることねえなってなって。でも今から観光行っちゃったらさ、ね、帰りの飛行機の時間に間に合わなくなっちゃうから、東京だったらまだしもさ、その電車の本数とかがね、わかんないから、危険だからね、なんかちょっと危険な時間だったんで、あんまりね、遠くっていうか、最初に行こうと思ってた苫小牧にはちょっと行けないなと思ってね、どうすっかなと思ってさ。で、近場のセイコーマート探してさ、近場のセイコーマート探して、まあ、それもちょっと吸ったもんだってね、なんとか、帰ってこれたよみたいなね、感じだって。データはさん、藤子さんの使い方は男前ですね、はい。のりたけマグはもうメルカリで。そうだよな。使ってないんだもんな。それが一番いいんじゃないのかな。でね、入ったお金でまた好きなものを買って、ね、で、それで使えばいいんじゃんっていう感じだよな。ジャパンさん、一応高級食器なので、普段家だと使わない。あ、確かにね、なんか使いづらくて結局使わないのとかあるよな。なんか気に入ってんだけど、これ使っちゃって割っちゃったらとかって思うと使えないみたいなね、のがあるもんな。ただ、そうね、気に入ってるんだから使わないと逆にもったいないっていうのかなって思えば、使えるかな。って言ってます。日帰りでというのがハードル高いですよね。そうみたい。そうみたいだな。なんか、日帰りする人はあんまりやっぱりね、いないみたいだよね。で、どうやら多分だけど、私と同じようにさ、格安チケットっていうのかな。まあ、期間が決まってんじゃん。いつからいつかまでみたいな。で、それがおそらくね、昨日あたり1杯ぐらいな感じだったと思うんで、多分私いつも一番最後の方にさ、予約するっていうのからさ、北海道だからさ、絶対寒いよねと思ったからね、できる限り後の方にしたいと思って、多分最後ギリギリあたりのところで予約してるんで、おそらく同じような感覚の人たちがいっぱいいたと思うんだよね。で、どうもほら、みんな日帰りじゃなくて、まあ何泊か、1泊だか2泊だか知らないけど、まあ泊まって、で、なんかね、楽しんでる雰囲気の感じの人たちがいたよね。で、今日もね、前に、なんだっけ、ジャンボおにぎりで検索したら、なんかそのジャンボおにぎり動画出してる人がいて、で、それ見たおかげでね、なんかその人の動画がさ、おすすめに上がってくるようになって、それで、やっぱり昨日私が乗った飛行機で旅行したのかな。で、なんかライブをやってたんだよね、その人がね。まあライブは見てないんだけど、
あ、ライブやってんだ。この人なんだ、私と同じとこにいたんかいと思ってさ、なんかちょっと縁を感じちゃってね、いやねっていう感じだったかな。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。暴走は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ペンタマさん、大吉さん、こんばんは。ジャパンさん、ジンギスカン食べましたか？いや、私今、食べ物が食べ物が食べれないけど、まあ食べ物が食べれないんだけど、まあそうは言っても昨日はちょっとね、おっかなびっくり、昨日は久々に食べ物食べた感じだったかな。で、まあまあ割とね、使うと痛いから使うなって言われてる、狩り場狩り場な。使うつもりではないけど、まあね、どうしても使わず食べ物を食べるっていうのはなかなか難しいんでさ。多分ね、使ってたと思うんだけど、まあ、意外と普通に噛めるなっていうことが分かってね、普通に、あ、なんだ、食べ物食べれんじゃん。食べ物食べれんじゃん、みたいな感じでね。まあ、多少は食べたけど、まあ、あんまりがっつりっていうね、感じではなかったっていうのかな。ちょっとかなびっくりなんでね。で、ジンギスカンそもそも好きじゃないんで、私な。ジンギスカン好きじゃないのとさ、あとジンギスカンはさ、ジンギスカン。喋り方おかしいんで、だからさ、ジンギスカンもさ、めっちゃ噛み砕くじゃなくて、なんだっけね、噛まないと食べないじゃんか。ジンギスカンはそこそこね、食べない。そもそも食べるつもりはなかったかな。だから本当は、最初は苫小牧に行って、海鮮丼を食べる予定ではいたんだけれども、ね、苫小牧にはまあどうやらいけないらしいと。まあ、海鮮丼か、ホッキカレーホッキカレーっていうのを食べようかなと思ってたわけよ。ただ私の口のコンディション的に、噛むっていう行為ができないから、そう考えるとカレーは飲み物だからね、カレーを飲むしかないかなって思ってたんだけど、まあね、苫小牧行かなかったんで、空港内でな、まあ空港内でもさ、まあ、海鮮丼はあるんだけど、ホッキカレーはなかったわけよね。ホッキカレーはないなと。まあ、スープカレーか。スープカレー屋さんはあったけどな。なんか別に北海道に来て、スープカレーがなんか特に北海道の食べ物っていう感覚ないんだけどなと思ってね。できるだけ北海道を堪能したいと思ったんでね、カレーは食べず、で、海鮮丼はもちろん食えねえだろうみたいな感じでね、いつも通り、スナック系のをちょっと食べて、ちょっと食べてな、みたいなね、感じでございますよ。で、揚げ物食べちゃったからね、なんだっけな、さつま揚げのお店があって、そこで、パン、パンなんだっけな、パンなんとかっていうのがあって、要は、さつま揚げが、パンでくるんで、で、揚げてあるっていうさつま揚げがあって、それがなんかどうやら人気らしいんだよね。で、確かにそれは見たことないし、食べたことないからね。ちょっと変わった体験するっていうのでいいかなと思って。だからそれほら、噛み切らなきゃいけないじゃん。噛み切らなきゃいけないからさ、それは食べれるからどうかなと思って。最初ちょっと油ギトギトになるんだけど、手でちぎってから、でね、ちょっとずつ食べてみたけど、その時に、あ、意外とこの狩り場は割と大丈夫だったっていうのに、気づいたけども、なんか久しぶりに食べ物食べるからさ、なんかちょっとね、大丈夫かしらみたいなね、ヒヤヒヤもんで、食べてましたって感じ。ただそれのおかげで、ね、揚げ物食べちゃったんで、お腹いっぱいになっちゃってね、なんかもういいや、みたいな感じだったんで。じゃあ、ばあさん、思考鍛えましょうね。思考鍛えるってどうすればいいの？
私、歯磨きめっちゃ長いんだけど。歯磨きめっちゃ長いんだけど、全然ダメだね。衰えちゃってな。もう年取ると。もうダメだったな、みたいな感じ。まあ、あれだね。甘いものを食べるからだよね。甘いものやめれば少しはいいのかもしれないけどさ。私からお汁粉取っちゃったら何にも残んないじゃん。私からお汁粉取っちゃったら何も残んないからな。そしたらほら、生きてる意味ないじゃんか。そうするとね、甘いものを控えるっていうことはさ、かわいいな、猫。かわいいな、猫。あ、タロットカードタイムにする。ごめんなさい、ごめんなさい。起きちゃった。せっかく可愛く寝てたのにびっくりして起きちゃったの。ごめんな。はい。では、雑いな、私。本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。てったまさん、今はあんこも食べられない感じですか？いや、あんこは食べられる。あんこは食べられる。だからほら、噛み切らないものね。口でほら、潰して飲み込む、潰して飲み込む方式のものならいけるわけ。だから、まんじゅうも食ってたしさ、もなかも食ってたわけよな。なので、噛み切るわけではなくて、一口サイズに切って、で、それを口の中に入れてね、で、潰して飲み込むので、あんこもね、まんじゅうも、あと甘栗も食ってたしな。だから何気にね、食べ物食べないとか言って、食ってる。何気に食ってる。で、昨日、意外と食べ物食べれるってことが分かっちゃったんでね、今日はそうやってさ、玉ねぎスープ食べてみたりとかしてたからね、ちょっと、このカリバー生活に慣れてきちゃった。できちゃったんだけどさ、新しい歯が出来上がるまでね、時間がかかる。結局、この口のコンディションってさ、高くなってさ、だから、これはもうしばらくね、食べ物系はダメだ。食べ物系はダメだと思ってね。だから、食べに行く動画用のさ、予約も2件入れてたんだけど、もうすべてキャンセルしてな。すべてキャンセルして、お先真っ暗っていう感じでね。もうダメだっていう感じね。まあでも、なんだっけ、北海道もな、高松もちょっと大きめの動画になりそうなんで、まあそれでちょうどいいかなっていう感じをね、お客さんが来る予定も入ってるしな。と、ジャパンさん、カルシウム入りサプリとひたすら、ガムですね。てんたまさん、あんこは大丈夫。そうなの、あんこ大丈夫。懲りないだろ。ジャパンさん、ハンバーグは食べれそう。そうそうそう。だから、あんまり、硬くないものね。飲み込めるやつ。飲み込めるやつだったら、ハンバーグもだから切ってね、一口サイズにして、で口の中に入れて、口の中で潰して飲み込む。その技ができそうな食べ物だったら食べれるよって感じね。ヨッシーさん、シュトップありがとうございます。では、ヨッシーさんからシュトップの掛け声いただきました。ここから6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。はい。あれ、カップだ。
離婚する前にカップをな、2つ揃えたよっていうカードが出てきちゃったな。ね。こういう時もあったよねっていうカードだな。はい。天玉さん、ヨッシーさんに、禁止を、勧められました。あ、そうなの？そうなんだよね。そんなに、ヨッシーさんに禁酒勧められるほどに天玉さんは今、お酒を爆飲みしてるっていうことだね。ピオンさん、先はやめられませんな。おしるこはやめられないだろう。ということ。はい。これ何？カップの 2？ ね、マグカップの話してたからな。カップつながりって感じかな。カップ2。どれにしようか。これは文字化けしてているんです。これはなんだ、見たことあるかな。カップ2。なんだ、文章になってないのか。ちょっとこれは読めないな。じゃあこれ、仕事運細かくなってんな。これ、約束しましょう。カップにカードの意味。二人の男女が向き合ってカップを差し出し、その上に翼を持った獅子の顔と、二頭の蛇が巻きついた枝のようなものが浮いています。数字のキーワード。感性、感情、情緒、数字のキーワード。二元性、バランス、はい。感情の疎通、友情、愛情の成立、和合、約束、頭にそれぞれ冠を、なんと書いた若い男女が向き合う形で、お互いにカップを差し出し、感情、感性、情緒を表し、その融通とバランスが表現されている。また彼らの頭上にはヘルメスのカードケースの枝、もうわかんない。はい。色の要素。黄色、喜び、祝福。白、純粋さ。読めない。本能。背景の青、ニュートラル。スイッチだな。イメージ、このカードは男女が向き合って約束を交わしている様子。友情か愛情かわかりませんが、約束をしているお二人さん。聖地で出ると、約束事がうまくいったり、契約が順調に進んだり、はたまた誰かと力を合わせて何かをすることになったり、と、絆の上に何かをなすことを表します。カップなので理性的合理的な約束というよりは気があった上での約束、この二人の間に翼の生えたライオンの頭と蛇が絡んだような枝がある。これは神話で、なんとかかんとかかんとか、はい。フィーリングが合えば深くつながるし、もっと広がるよというのを基本の意味として、覚えるといい。はい。なんか読みづらい文章だな。読みづらい。はい、違うところ。なんだ、ミシュランタイヤが出てきた。なんでだ。はい。これにするか。これも読みにくいかな。正一。すぐに惹かれ合い、求め合う、お互い思い合う関係、親密な関係を築いていける。環境と自分のつながりが取れている。良い関係を築き安定する。望みがない心が安定する。
新しい出会いやチャンスが来るやりました。問題や障壁が取り除かれる、信頼できる関係を築ける、人との対等な付き合い。正位置は優しさや思いやりを持って相手に接することを意味しています。はい。と、なんかまとめないですか。逆位置恋愛。逆位置恋愛。逆位置、まとめ。これかなまとめ。書くのにはお互いに心に余裕があるからこそ、相手に対してアクションを起こすことができるという意味がありますよね。自分が満たされている余裕の先に深い愛情や思いやりが出てくる。なるほどな。逆位置じゃないから、そういうことかな。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、自分に余裕がないと相手にも、こうやってね、できない。から自分を、満たしてちょっていうメッセージだったんじゃないかなと私は思いました。はい、皆さんはいかがだったでしょうか。参考になりましたら幸いでございます。あ、なくなったな。いつの間にか食べたな。まだね、細かいのが残ってるんだけど、これそのまま朝まで放置しとくとね、もう綺麗に綺麗にね、ピッカピカになるね。抹茶も入るのことする中に。はい。そうなのかな。そうなのね。かわいいな、抹茶な。ね。ちっちゃった。そして、じゃあやっぱりぐーちゃんが大好き。ぐーちゃんのことずっと頭突きしている。やめられません。天玉さん、シュートアップって、あ、そういうことね、今ね。今言われたよってことだったのね。ジャパンさん、タイムリーなカードで、リンクすんで結構な。大地さん、LINE ミリアストップ遅れました。テンタムさん、確かにタイムリー。ね、カップ、2個のカップの話だったもんな。ジャパンさん、わらわら。テンタマさん、ピヨンさん、なかなかやめられませんね。ピヨンさん、テンタマやん。やめられるわけおまへんやん。テンタマさん、ピヨンさんは今夜も歩ってますね。なんか徘徊してるみたいだな。ね、ピヨンさん、これじゃあ体にいいわけないよ。テンタマさん、続き、そうそうそう。まっちゃん、でも今ね、ぐーちゃんの上にクータが顎乗せている。だからいつもとちょっと違う感じな、違うパターンだけど、今はぐーちゃんの上にクータが頭乗っけてて、だからまっちゃんの隙間がないんだな。まっちゃんはね、もうずっとぐーちゃんのことが好きでね、くっつくんだけど、甘えるときにさ、頭突きするわけよね。だからもうぐーちゃんに頭で頭突き、頭突きするんだよな。それが可愛いんだけどさ。テーターさん、ミュージシャンは酒に溺れてなんぼですよ。そっか、ミュージシャンだったってね、ピロンさんね。じゃあ、酒をやってていいんじゃないでしょうか。どういうこっちゃ。それからなんだ、今日はなんだ、中尾明、ねじねじ、ねじねじがなんか亡くなったのかい。なんかそんなニュースだったけど、昨日なのかな。昨日ほら、全然、情報に触れてないからさ、昨日の話だったのか、今日の話だったのかわかんないけど、なんかね、ねじねじがどうやら亡くなったらしくてさ、そういえば最近見てないというか、私がテレビ見てないんだけどさ、ね、なんか病気かなんかで療養してたのかしら、何の病気で亡くなったのかしらと思って見たら、なんかそうじゃなかったみたいだね。心不全かなんかで突然亡くなったっぽい感じだったね。流行りの心不全。流行りの心不全なってね、感じだったよな。あとは、何の話だったっけ何の話だったっけあれかセイコーマート行こうと思ってさ。でね、
苫小牧はちょっと今からじゃ無理だと思ったんでさ。で、セコマと探して、じゃあ電車に乗ってみようと。で、電車に乗ってみるっていうので、電車乗ったんだけど、どうもその電車乗ってると札幌にも行けるみたいだったんで、札幌行けるのかと思って。ただやっぱりね、時間がね、1時間かかるから。だよね、と思ってね。そんなに北海道の中いろいろ移動できないよね、距離が違うもんね。規模が違うもんね、と思ったね。やっぱりそうなんだよね。なんか一本でどうやら札幌まで行けるらしいから。だから本当だったらもう最初からね、札幌行くつもりでいればね、もう空港着いてすぐね、電車乗っちゃって札幌行けば別に時間的にはさ、あるんだろうけど、まあとにかく昨日は風が強すぎて、こりゃちょっと観光できないよっていうね、強さだったんでね、まあ観光しないんでっていうので、じゃあちょっと、電車乗ってみようと思ってさ、乗ってな。で、その最寄りの、なんだ、駅の近くっていうね、要は駅から歩くと、ね、あれじゃんと思ってさ、で、駅から結構歩くっぽいところばっかりなんだよ。割となんか不便なところっていうかさ、あんまり駅のそばにあるコンビニじゃないんだな、これっていうのでね、なんか結構歩くというか、まあ多分車社会だから、車でみんなきっと移動するんだろうからね。だからそんなに駅のそばにあるわけじゃ、どうやらないっぽいっていうんでさ、なんか駅から徒歩圏内で行けるお店があまりなさそうな感じだったんだよ。で、まあこの駅のには、まあ徒歩圏内で行けるところにあるっぽいぞと思って。で、その駅に最初行こうと思ったんだよね。で、電車乗ったはいいけどさ、止まんないわけよ。と思って。で、結局、その目的地には到着せず、で、しょうがないから慌てて降りた駅な。で、戻るかと思ったんだけどさ、そこで時刻表を見てみたらさ、まあまあ本数的にはあるんでね、安心はしたんだけどさ、空港戻れるな、大丈夫だなと思って安心はしたんだけどさ、あの、なんか各駅停車がないの。各駅停車ないんだよね。だからこの間の駅に住んでる人って、どうやって、そっか、車とかで生活してるから大丈夫なのかね。それともその各駅停車止まんない駅の周辺には人住んでないのかわかんないけどさ、各駅停車がないんだわと思ってさ、なんだ、これそもそも行けないんじゃんと思って、なんだ、ダメじゃんと思ってさ、なんで交通費かけたのにさ、もう空港出なきゃよかった。もう諦めて温泉入っとけよかったみたいな感じで、ってなってさ、ねえ、でもまあ、とりあえずこの駅の付近にね、セイコーマートないかしらと思ってさ、もう一回調べてみたわけよね。調べてみたらね、なんかあったんだよね。で、あったよかったと思って、じゃあどうせ暇だからね、行くかと思ってさ。で、よかったよと思ってな。結局ね、ここで降りてよかったよと思ってさ。で、まあ、向かったんだけど、そうだった、今日風強かったんだよなと思って。風強いからね、観光は諦めたのにさ、みたいな感じで、もう寒いと思ってさ、まあね、寒っつっても、まあ14度だから、まあ冬の寒さではないからあれだけどさ、っていう感じだと、もう風強いからね、もう体感がね、その実際の14度よりは多分ね、寒いと思うんだよね。で、まあでもね、ここまで来たからってさ、行ってね、まあなんとかたどり着いてさ、で、ほら、カメラで撮影しながら歩いてっちゃん。そうするとさ、もう YouTuber だっつってさ、なんかもう笑われるわけ。なんで笑われなきゃならないんだろうなと思って。なんか東京で別にさ、カメラ持ってさ、撮影しながら歩っててもさ、別に何も言われないんだけど、なんか地方行くとな、カメラ持って撮影しながら歩ってYouTuber だって指さされて笑われるの。
何なんだろうな、あれな。なんか私、あんたになんか失礼なことしました。なんか嫌な思いさせましたってね。なんか思っちゃうんだけどっていう感じ。ジャパンさん。北海道、旅行は人気だけど、移住するにはきつそうですね。もうだって寒いよ。寒いもんで、ほら、移動距離な。移動距離が長いもんね。てんたまさん、温泉お好きですよね。そう、うち風呂ないからさ、風呂がないんでね、体温めるのにさ、できれば機会があれば、温泉入りたいなって思ってるわけよね。ただほら、LGBT 法案だかなんかでね、ちょっとあんまり入らない方がいいよっていう風潮にはなってるんだけどさ。まあね、北海道だったらいないかな。そんなことないか。まあ、人数が少なければさ、確率的にそういうね、被害に遭う可能性も低いかなと思ってね。そういうなんだ、田舎とかそういうところだったら、まあ大丈夫かなみたいな、ちょっとした余裕っていうのかな。ね、油断がありまして。で、まあそれでね、温泉あったら入りたいんだけど、みたいな。うちに風呂ないからさって感じなんだよね。天玉さん、北国で温泉は、超絶オアシス、そうそうそうね。だからもう雨だったら、もう絶対観光しないから、諦めてその空港の温泉と思ってたんだけどさ、ただ晴れてるからさ、晴れてんのにな、みたいなとこがあって、その温泉に2600円かなんかかかるわけよね。だから2600円出すんだったらさ、交通費とか、ね、それこそなんだ、苫小牧での、なんだっけ、ホッキカレーの代にはさ、なるから、そっちの方がいいかな、なんて思ってね。温泉に昨日入んなかったんだけどさ、温泉入っとけばよかったかな、みたいなね。こちらでも YouTuber は一度も見たことないですね。多分、だからそうなんだよね。そうなんだよね。そういう人がいないから、YouTuber だ、YouTuber だっつって指さされてさ、笑われるっていうね、現象が地方に行くとね、起こるわけですよ。ジャパンさん、LGBT ね、LGBT。よしさん。九州は福岡、久留米ではたまに YouTuber 見かけます。ああね、だからそういうさ、人が多いところっていうかさ、そういうなんだ、再生数取れそうなネタの地域のところでは多分いると思うんだよね。だから空港内では別にさ、いや、YouTuber だ、YouTuber だって言われなかったわけ。それが一歩外出たらな、外出たらそういうことになるわけよね。岡山さん、ジャスティス。サボテンを育てたことのない北海道さんです。あ、私もない、そういえば。私もない。ないけどね、今日の質問は、サボテン育てたことありますかにしたんだったっけかそういえばな。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。てんたまさん、毎度です。そう、サボテン、なんか今日サボテンだなと思って。何がだよ。何がだよって感じなんだけど、あの、なんだっけ、質問をするのにさ、参考にしてるところでね、今日の質問が、アロエ育てたことありますかっていうさ、質問だったわけよね。で、アロエさ、うちの実家っていうの母親はさ、アロエ育ててたからあったけどさ、自分では育てたことないんだよね。で、その後に、ラクダラクダの口の中がすごいっていうので、なんだ、トゲトゲしてるっていうのが、ラクダの口の中って、なんか、トゲトゲなんだって。で、それのおかげで、サボテンをね、バリバリ食えるんだって。だから、砂漠にいるね、ラクダは、サボテンを食べて生きてるみたいなんだよね。で、人間がそんなんやったらもう口の中
がね、もうズタボロで無理だけど、ラクダはサボテンをバリバリ食えるって話で、へえ、そうなんだと思ってさ。だからアロエとね、サボテンで、もう今日はなんかサボテンだなと思ってね、サボテンの質問にしてみて。私もサボテンは多分ね、育てたことがないというか、あ、そうだ、このうちに来た時ね、このうちに引っ越してきた時、サボテンまだあったんだよね。で、そのサボテンがさ、私が子供の時からさ、ずっとベランダにあったサボテンなんだけど、あ、これまだあったんだ、すげえと思って。で、しかも花咲いてたんだよね。もう花咲いてるよと思ったんだけどさ、その後さ、あっちゅう間に枯れて、私のが子供の頃からあったサボテンな。だから父親が水やってたんだと思うんだけど、なんかどうやらね、父親はその植物育てるんだよね。上手らしいんだよね。うちの家族は誰もさ、父親が植物育てるの上手だなんてこと知らなかったんだけどさ、まあ今の父親のパートナーがね、なんか上手なのよって言ってて、へえと思って、私はなんかあまりあれなんだけど、ね、代わりにお水あげるのね、お願いすると、植物が生き生きと育ってね、なんて話で、そうだったんだ。そうだったんだっていう話をさ、まあ割と最近聞いたんだけど、まあそんなんがあったんで、多分父親が水あげてたんで、そのサボテンずーっとね、元気にね、育ってたんだと思うんだよね。育ってたっていうか、まあ生き延びてたっていうのかな。別に大きくなってる様子ではなかったからさ、まだあったみたいな感じで。ところが私がこのうちに住むようになったら、あっちゅう間に枯れちゃってさ、あらららららみたいな感じだったね。かわいそうにな。なので、私は育てたことがあるっていうの、それないっていうの。どっちなんだろうな。そんな感じです。どこだっけ、データはさ、福岡は YouTuber 多そうですね。ね、福岡は人いっぱいいるからいそうだよな。ジャパンさん、自宅に風呂ないのですか？そう、ないというか壊れてるというか古くてな。古くてちょっと体つけたくないよっていうぐらいの古さのね、風呂なんで、シャワーで済ましちゃってるんでね。でも、お風呂に入るっていう効能はかなりあるらしいので、まあ、せめてせいぜい、温泉っていうのかな。そういう銭湯でもいいからさ、そういうのあるときは、できるだけ入るようにしてたんだけど、LGBT のあれのせいでな、ちょっと最近は控えてるよっていう感じ。えっと、パンさん、サウナあり銭湯いいっすよね。男性はいいよな。女性はちょっとね、これからは無理よね。てんたまさん、サウナありはいい。ヨッシーさん、YouTube 用カメラ持って撮影している方、何回も見かけます。お、すげえな。そのうち YouTuber だらけになるのでは、そうそうそうね。そう思うよ。だから指さして笑ってるけどさ、お前そんなことしてたら自分 YouTuber になれねえからなって思うんだよね。北海道さん、藤子さん、北海道に来るんですか？昨日行きました。ヨッシーさん、今はテレビより YouTube 見ている時間が長いです。そうそうそうね。だからなんだ、そのうち全員が YouTuber になるよっていう、なんだ、試算とかも出てんだよね。ね、だからそうやって笑ってたら、お前できねえからなって思うわけ、こっちは。ジャパンさん、グッドグッド。てんたまさん、北海道さんはタイムマシーンで、行ったり来たりね。そんな感じよね。てんたまさん、ヨッシーさん、これから YouTuber 絶対増えますよね。そうそうそう。今だってすごい増えてるのにさ。ねもっともっと増えるよな。ジャパンさん、LGBT、はい、LGBT でね、ちょっとお勉強してください、ジャパンさんは。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、
そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、バチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。ふたがさ、ぐーちゃんに乗っけてる顎はそのままで、体だけ動かすので、気持ち悪い。気持ち悪いです。どこだっけいや、よかった。ヨッシーさん、てんたまさん、自分もテレビより YouTube 見る時間が多くなるとは思いませんでした。確かにね、そうだね。今夜もありがとうございました。テレビより YouTube の方が面白いですよね。日帰り北海道旅行のプレミア配信楽しみです。ありがとうございます。一応予定ではね、エアドゥに乗ってみたと、空港行ったとね、2本立てかなみたいなね、感じ。ナイスパーありがとうございます。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。さよなら。